マンモスの牙測定してみましょうか。みんな目指してる方向は一緒だと信じて、世界最高品質を求め続ける。いらっしゃいませ。すみません、ちょっと今日よろしくお願いします。代表の澤田祐介です。よろしくお願いします。工場長の長澤です。よろしくお願いします。和包丁を担当してます斉藤です。お願いします。一応和包丁を担当してます岡崎です。よろしくお願いします。なんかどういった存在ですか、やっぱ代表は。でも圧倒的知識量なので、今もう社長の技術とか知識にもすがっちゃってる状態なので。技術はでも工場長かな。僕が考えてこうしたらいいんじゃねって言いますって言って工場長が形にする。でちょっとこうなるといいなってちょっと斜めじゃないですね。この真上ぐらいのを仕上げてくるんで、職人の僕が考える長さが形にするっていう感じですね。付き合い長いんで。小学校の頃から知ってるので、確かに社内のスペシャリストだけでやっとできるようになったので、うちの社内だけで作ってますって言えるような技術は、それがもう15年ぐらい前かな、からやっとできたって感じです。じゃあまずうちの鋼材から包丁を作っていきます。ここら辺板材の置き場ですね。ちょっとこれはフルカスタム、うちの社内でもうお客さんの一点物を作るためだけの鉄板ですね。ステンレス鋼だったり特殊鋼って言われている昔からの剥がれではない新しいものがどんどん出てくるんですけど、その中でこの鋼材はすごいいい包丁になるってこう研究をしてるメーカーってあまりないので、そこら辺がうちの特徴ですね。こう何十種類の熱処理をかけて、その中でちょっと良さそうなものをこう選んで、無限にあるパターンをこの鋼材はこういうふうにしていくとよく切れる包丁になるよねっていうのを突き詰めて2年3年ぐらいかけて製品化していきます。どういった方に包丁を作られているんですか。うちはもう基本的に9割以上はプロの料理人さん専門のメーカーです。使いやすいですね。めちゃめちゃ切り込みこうやって入れた時にスパッてまっすぐ入る。そうすると握った時にこうやってこの切り込みがうねうねなってなくてスパッて切れてるってすごいお寿司として綺麗。包丁の切り込みが綺麗なことって、食感と同じぐらい大事っていうか、見た目が美しい。はい、そんなになんか毎日研いでますかって言ったら違いね、全然その必要ないと思いますし、全部持続性はかなりあると思います。鍛造のかじばりいきましょう。筋トレかなんかされてるんですか。ちょっと太り気味なだけです。でも包丁作り結構パワー使うんで。そうですよ。はい。じゃあこれ食右衛門さんのコラボモデルの。弾力性があってかけにくくて切れ味が長持ちするプロの技術みたいなのはギュッて詰められるので、包丁が滑らかに動くとかバランスが良くて、握りやすいとか、そういったいろんな要素がギュッと入ってくるので、一般の家庭でもやっぱりプロの要素としてギュッと詰め込んでるっていうのが面白いところかもしれないですね。これが鍛造炉ですね。ちょっとね変わってるところで言うと温度計が入ってます。見てれば
温度って大体わかるんですけど、さらに温度計があることによって職人のセンサーがより正確にっていうか、いつも答え合わせをしながら目で見て判断できますので、パソコンの方にデータ飛ばせますんで、どれぐらいの温度で作業をしたかなっていうデータまで残せるっていうのが面白いところですね。澤田さんがご自身で開発に携わったんですか？そうです、はい。この設計も僕がやってます。8割ぐらいうちの設備そうですね。で僕が設計して形にしていくが多いですね。ここはもう曲がり直しですね。叩いてデコボコになってるものをじゃあこんな感じですね。コード測定して、で、はい要は硬さが OK だねってやったら、はい、粗削りに入ります。すごいですね。たくさんありますね。はい、これ全部破棄です。これもうちょっと硬さが足りないとか、研究段階でいろんな熱処理をしてみるので、硬さが上がらなかった時点でうちとしては製品にならないので、これぐらいは年間捨てなければいけない。残念ながらすごく大事に使ってるんですけど、ね、もうなんか物にしてあげられなかった無力感みたいなものはありますね。やっぱり鉄板から大まかに切って、これから包丁の正確なシルエットに変わっていくんですけど、要は生の材料ですね。測定してみましょうか。コードのここが HRC っていう状態で 21.3 って出てるんですけど、この鉄の硬さです。で今の状態はまだ生なので、今かなり低い状態なんですね。焼き入れをすると、ちょっとこれ焼き入れした後の材料ですね。今 67.1、 もう全然硬いですけど、だいたいね60超えてないとちょっと硬さがもう少し欲しいなっていうレベルなんですけど、例えばですけどこう67っていう硬さに揃ってるのに1本だけ65だったら、あれなんかこれ1本問題あったんじゃないってなりますよね。そういったことが逐次チェックできるように、全部どの工程でも硬さをチェックしてます。そうするとここからあれちょっといつもと違うことが起きちゃったぞってなったら、そこで製造ストップになるので、そうするとああいうふうにいろいろと、残念ながらここにいっぱいあるように破棄になっていく。で、焼き入れまで終わった包丁があるんですけど、これを、実際削りに入っていきます。すみません、よろしくお願いします。はい、お願いします。26ですね。今年4年目です。今最初この切れ刃の部分を作ってから、今度この寸法通りになるように絞りを先にかけて細くなるようにちょっと削り込んでいくんですけど、今 3.43 なので、ほぼほぼ合ってます。このようにうちしか存在しなくて、社長が自分で設計して機械メーカーに作っていただいたものになるんで。
これを今この機械で削ったこちら側になるんですけど、その凸凹を鳴らしてきれいに揃えたものになります。確かにここすごい縦に凸凹があるんですけど、削った通りの線が残ってしまっているので、この円の大きさもこのちょうど和包丁の理想とする裏付きの部分になるように社長が設計して作ってるので、光が通るくぼみができている感じです。これがずっと揃って先までガーッと食材との身離れを良くするために、空気の層を間に入るようにして抵抗感をなくすっていう意味で裏付きというものが入っています。これを目安として線を描いていきます。でここのラインにも近づいていくんですよね。そうですね、そこのラインに揃えていきます。こんな感じですね。こちらの包丁が今研いだ分ですよね。今削って、で研ぐ前ですね。そうですね。確かにこれ下の面の方がこの研いだ後の方が広いですね。そうですね。ここまでが粗削りの工程になります。板の状態から削って形を作っているんで、削りすぎたものってやっぱり増やすことはどうしてもできないんで、本当 0.1 ミリ単位でちょっとずつでも時間をかけて削って、やっぱり時間とコストはかかりますけど、いいものを作る上では必要なのかなとは思ってます。こんにちは、よろしくお願いします。でこれが先ほど斉藤さんが斉藤がやってたものになりますね。こういう形、これを少しずつ細かくしていくっていう工程を持っていただいて、こんな感じ。あ、全然違いますね。で120番だったんで、倍というか220番。120番と触り比べていただけると結構違うと思います。表面触っていただいてわかります？すごいサラツルサラ滑らか。でこっち最初にやったのがこっちなんですよ。で多分こっからこれは飛べないんですよ、全然。だから徐々にその番手持っていくし、刻まなくてもできるのかもしれないですけど、そうすると一つの番手で触る時間が増えると形崩れちゃうんですよね。艶を出す作業とか、布もなんかいろんな種類あって、すごい柔らかいのからもっとふわふわのフェルトみたいなやつだったりとかっていうのがあって、それは用途によってでこのぐらいつけるんですけど、でこういう感じ。時間かかってもこの方法を取らざるを得ないかなとは思いますね。やっぱりいくら綺麗でも道具として使えなかったら意味ないんで、でこれは食右衛門さんとのコラボ包丁になりますね。これの最後の、工程に近い部分になります。
り出した後の状態がこちらのこの峰部の部分を今から磨いていきます。今のがちょっと粗い感じだったので、もう一個細かいペーパーを使ってあ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。山本啓太と言います。今から顎磨きっていう作業をするんですけど、顎っていうのはこう指をかけるところですね。ここのことを言います。最終的にはこんな感じに指かけても痛くないように。よし。今誰に目合わせたんですか。斉藤さんに大丈夫かなと思って、大丈夫かなと思って。どういったご関係なんですか。直属の上司ですね。もう本当彼が入社するまでは自分がやってた業務なので、それを直接教えてあげて、本当仕事を覚えるのがすごい早いんで、本当この仕事自分がやらなくてももう任せられるぐらいにはなってるので、その辺はだいぶ助かってます。根のひの方たちはみんな優しくて教えてくれたりもするので、関係自体はものすごくいいですよね。いじったり、いじられたり近いっていうのがやっぱ一番ですね。関係築く上で結構いいかな。やっぱ技術があるからこそその下の子が認めてくれるっていうのもやっぱりあるんで、自分ができない仕事彼がやったりとかもするんで、その辺ではもう本当すごいみんなで一丸となって一つのことを作ってるっていう意味ではこの会社の特徴があるっていう感じです。左側が今ペーパーで磨いたものです。さっき下で磨いてきたものの絵付けを行います。これ黒炭の端材ですね。程度削ったら、刺して確認してっていうのを繰り返しですね。今穴埋めが終わったんですけど、同じ友材でこうやって裏も表も埋めた感じです。で今から柄の口の部分と包丁の方にロウを塗っていくんですけど、この作業がないと接着剤を取るときにものすごいくっついちゃってそう大変になっちゃうんで、この接着剤が同量ずつじゃないといけないので、はかりで計測しながら2つを混ぜないと固まらない接着剤になるので、黒炭絵なので黒色のインクを入れて、ありがとうございます。接着剤を温めていくんですけど、こうすることで、硬化までの時間を短くしてくれます。硬化時間が長いと歪んできちゃったりとかするので、そのブレをなるべく抑えるために。
今から充填していきます。ここの隙間があるので、ここにも接着剤をつけていきます。よし。埋まってます。切りっぱなしだと端材と柄の隙間にほんのちょっとの段差だったりとかあるので、そこをカッターでと鳴らしていきます。最後にロウを溶かして垂らしていきます。もうほんとちょっとの隙間を埋めて、防水機能を高めたりとか、あとちょっとツヤが出るんですね。なので綺麗にカッターぶってこうなじませていく感じです。で、これで完成ですね。見た目もすごいこだわってるので、黒炭だったら同じ黒い木を埋めたりだったりとか、隙間が空いてるだけでそこからやっぱ中に入る中子の部分でどうしても錆びやすいんですよ。そうするとやっぱ中から錆びて包丁が折れてしまったりとかもあるんで、本当にこの口元の処理はしっかりしないと、包丁の寿命も短くなってしまうので。原田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は法絵の絵付けを担当してます。でこれも結構歪んでないか確認しながら、で下手に動かすと中が広すぎちゃってまた歪む原因にもなるので、最小限の焼きで、あと温めすぎると絵の方も結構負担がかかっちゃうので、手早くやるように心がけてます。お願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっと背景にちょっと見覚えのあるバージンブーが映ってるんですけど、はい、写真家の方が撮影に来ていただいた時に、社員にあだ名をつけて行った時に「僕もつけてくださいよ」って言ったら「魔人ブー」って言われたんですよね。一応イメージキャラクターとして社員の子がくれたんで置いてます。基本的にこの特注の絵の作業、接着まで組み立てであったりとか、最後の手入れしたりとかっていう場所になりますね。絵っていうところもここでも手作りでされているんですか？そうです、そうです。特注の、こういったものに関してはこちらでやってますし、昔絶滅したというか、そのマンモスの牙、最近はもういいものが少なくなってきて、この材料自体もすごく高価になってますね。これでどうでしょうか。デザートアイアンって言って、砂漠に埋もれていた木が何年か眠ってる間に化石化したような、結構高度も高くて乾燥が進んでる、で木目も面白い、同じものが2本とないような、これがあとこっちになる。すごく途中でまだここから磨き込んでもう艶も出てっていう形になるんで、もうだいぶイメージは変わると思うんですけど、これが材料のテストの段階で試してみたけど、これはちょっと商品ができないかなっていったのの一部ですね。染まった後に削った後に同じ色だとしてもこのムラが出てしまったりとか、これを自社で全部組み上げて磨きまで全部仕上げていきます。先ほどだとここがマンモスになったりすると、最終的にはマンモスのハンドルになるし、これがさっきの完成形ですか？そうですね。でだんだん完成で、これが完成したものになりますね。ちょっと白いから分かりにくいかもしれない。こういう形で艶も出て、
で組み立てていく過程はこんな形でだんだん組み上げていく。でこの組み上げていくのは結構大変時間がかかるんですね。こういうとこですよね。部分的になるんですけど、こういう形。もうこれはくっついてるんですか？今これはくっつけてます。仮止めというか。でこれ接着剤をこう塗ってこうはめて圧迫して留めるっていう形ですね。もう積み重ねていくんですね。そうそう、リング状のものをこうぐるぐる。四角い状態からだとちょっと粗いので、はい、やります。これで。これはこのデザイン。八角形にするので、この銀が全部触れるまで斜めに削っていきます。ここを今削りました。すごい粗いですけど、一回八角形になります。実際包丁を入れてみて、これがこうセンターにあるかどうかを確認して微調整をしたり、これはまあバッチリ入ってるので大丈夫です。いや、僕は絵を作り始めて25年ぐらいやってるんで、もうなんとなく手がその角度は覚えてるとは思うんですけど、初めはすごい大変でしたね。やっぱすぐ形崩れちゃうんで、はい、で最後まあ艶出しをバフだったりとか革だったりとかでまあ艶を出して終えるっていう形ですね。もうそうです。先ほどの工程を経てある程度、まあ、仕上げ近くまでいったもの、これはここに模様を入れていきます。はい、ちょっとねこう彫っていきますね。彫っていくというか模様を入れていきます。まあ大したあれはないんですけど。ちょっとこう叩いたような模様、つるっとした面だと傷が入るとすごく目立っちゃうじゃないですか。でもともとこういうふうな装飾してあればそういうのも目立たないし、まあキラキラして綺麗にも見えるしって、まあ、一応形ですね。ちょっとこれはいいですね。できるとこういう形ですね。これもねダマスカスなんですけど、切れるもの同士のダマスカスなのでちょっと面白いかなと思いますね。これからやるのはこのコバの研ぎですね。はい、こちら一発目ダイヤモンド砥石ですね。綺麗に成形を決めつつ深い傷を残さないっていうとても優秀な砥石で、ここの仕事の主戦力も一軍、今でいう一軍になってます。そのままゆっくり動かしていきます。結構こう動かすことが多いと思うんですけど、はい、動きによって少しブレるんですね。だから均一の面を作るためには縦に動かした方が面の面が揃います。次もうちょっと細かい砥石2000番ですね。この台自分たちで自作しました。でここは滑らないなんか特殊なゴムみたいのがスニーカーのソールとか、ソールか、はい、まあ、ほぼ滑らない。これが、次4000万ですね。4000くらいから検索力ちょっと落ちてきますって、そんなに削れない砥石に仕上げの砥石に近くなってきますので、横に動かしてさっきと違う向きで動かすことによって向きを変えて完全に4000の目になりやすくなります。4000くらいからねちょっと面が光り出しますね。先ほどだいぶ色合いが違うと思います。よし、これを試しに切ってみた方がいいかな。こちらの新聞紙でいつも刃がちゃんとついたかなっていうのは大丈夫ですね。よかったですね。ちょっと安心しました。切れなかったらどうしようかなと思ったんですけど、こちらは全部ロックス
ターという割と新しく出た砥石が全部同じ色なんですけども、番手が書いてあってですね、これは数字が大きくなると細かくなってより細かい、傷を消せる。この包丁にはこの砥石が合うとかっていうやっぱレシピ構成だったりとかも結構包丁によって違ったりするし、その辺も全部研究しながら。今直右衛門さんの包丁コラボ包丁を作業してるんですけど、最初に1200番で研いでから、これが1200番です。ダイエット石です。と今から4000番で最後の仕上げをやっていきます。これで大丈夫ですね。な感じ。じゃあ、研ぎ終わったんでお願いします。ありがとうございます。今回この直右衛門さんとのコラボで、特別にちょっと用意した絵なんですけど、スタビライズウッドといって、木材に、レジンを真空で染み込ませたものになってまして、木材なのでこう模様が一つ一つこう違うので、同じものが2つとしてないのがすごい魅力的なものになってます。白い木で埋めてるので、この絵との風合いを損ねないように一回黒で着色をしてから溶かしたろうを塗ってこの切り口をコーティングして、で最後、マスキングを剥がして刃の方の検品をして歪みも確認して完成となります。使いやすいですね。こういう薄切りとかに向いてる感じしますね。でもなんか刻みもいけそうですしね。この根元は切れ味もとてもいいです。もちろんあくまでこう家庭用っていうところ、で普段使われているのはプロ用っていうところで、そういった中でもそのここに似ているなっていうなんかそのポイント、刃の入りやすさと軽さ、食材にスッと入る感じの刃の薄さなのかな。この刃先がこうなってるからこういうのに入りやすいんですね。こういうスライス綺麗にいけますね。持った感覚、この絵もなんかつるっとしてて汚れにくそうですし、コーティングしてないとやっぱり何かの色染みついたりしますもんね。良さそうです。いや本当すごいですね。マルチです。友人とかお客さんに包丁何がいいかなって言われて、やっぱ自信持って姉の資産いいと思うよって言っておすすめはいつもしてます。カジュアルに使える包丁ではあるんですけど、刃の作り自体はもうプロの、料理人さんが使っているのと同じような作りをしてます。ポイントとしてはですね、手仕上げで仕上げていくので、こういったですかね、平らに見えるところがですね、きちっと曲面になってるんですね。曲面になることによって食材を切った時に真っ平らだと全部がビターッとこすっちゃうんですね、曲面になっていることによって接地面が少し減るわけですね、そうすると包丁が動いてよく切れる、食材から抜けがいい、というのでもう先が切れるっていうのは当たり前なんですけど、形状でも切れる
っていうのが、プロ向け包丁の、わざわざ手で作ってる理由ですね。だいぶ切れ味に差が出てきますし、刃の持ちにも違いが出てきますんで。これでいいんだって。でももうちょっとここの感じ。違う。これ。これでいいでしょ。うん。一応3つ持っていきます。はい。こちらカブトムシと、コクワガタ、ノコギリクワガタですね。自然豊かですね。ここら辺通勤してると遭遇するんですよ。よいしょと。立派なオスが。立派な水牛型のノコギリ。すごい。下の方たち、そして上の方たち、温度感なんかすごい一緒なのかなっていうか。そうですね。やっぱりすごい思います。一緒ぐらいじゃないと多分この会社にはいられないかなと思いますね。自由にやらせてもらってる分、自分でどんどん向上したりとか勉強意欲だとか無意識にどんどんやっていけないと、場にそぐわなくなってきちゃうみたいなところがあると思うので、それはおおらかな社風な分十分そこでは厳しさはあると思います。後輩若い子が優秀っていうのは会社にとってもいいことですし、私たち先輩にとってももう一度気持ちを引き締め直して負けないぞというところも守らなきゃなと思ってます。自分たちは十分やってるつもりでも、社長これ以上上求めてるんだとかっていうのがあると、まだまだ認識が甘かったなとかっていうところがありますし、一番高い理想を持ってる社長についていく、少しでも応えられるようにするっていうのが結局その先にはよりいい包丁にを作ることに会社としてつながるのかなと思います。自由にやらせてもらってるのですごく今仕事が楽しいですし、すごく恵まれていて、こういった環境を与えてくれた社長とあと周りのみんなに本当に密かに日々感謝をしております。世界最高品質を追求し続けて、世界のトップであり続けるっていうのがそこがの一マッチしたので、そことやっぱつながりますかね。心が折れそうになった時、正直これからだと思うんですよ。今自分がやってる業務からさらにステップアップするってなると、より難しい業務になってくるんですよ。その技術を自分が身につけられるのかなっていうのは、常に不安には思ってますし、工場長しか今できない特注絵を誰かが継いでいかないといけないってなった時に、自分がその業務ができるのかなっていう、不安だったりちょっと怖さは日々思ってます。社長だったり工場長が引退しても技術を絶やさないように継いでいくには、今の若い人が頑張っていかないといけないのかなとは自分は思ってるんで、和包丁として自分が引っ張っていけるように、努力していくのが、自分の使命かなと思ってます。洋包丁だったり和包丁関係なくみんな目指してる方向は一緒だと自分は思ってるので、そこはもう何か気にかけるとかではなく、自然とやっていけばみんながその方向に向かっていってくれてると信じて、世界最高品質を求め続けるってところですね。若い方たちに期待することってありますか？期待以上に動いてくれてるから今逆に僕工場長だけどってなってますけど、本当にもうみんなが結構率先して動いてくれてるし、今でも十分満足なぐらいというか、本当にね今が一番仕事させてもらって楽しいですね。一人でやってる時も悪くはなかったけど、やっぱそうやってねどんどん吸収してどんどん上手くなってる姿見てられるのが嬉しいので、で今本当に才能ある若い子たちがいっぱい入ってきてくれてるんで、やっぱり言ったらできるようになってくれる子が多いんで、せっかくだったらやっぱりね自分がやってきた技術は継承したいというかそういう思いはありますね。よいしょ。みんななんですけど、多分ものづくりだとか、加工するのが好きな人が多い、自分自身がそうなんですけど、包丁が好きで、自分の好きなことだからこそ、もっと良くしたいっていうふうになるので、それで、細かいところまでしっかりやったりだとかっていうのができるのかなって思います。包丁の研ぎを今年になってからやり始めるようになって、最近社長からやっぱセンスがあるとかうまくやってくれてるっていうようなことを言っていただいて、頑張れる大きな、原動力になってます。まっすぐ言ってくれるんですよね。やってほしいとかっていう頼ってくれるって言葉を素直に受け取れますね。嬉しいです。やり遂げたいこと、研ぎをやり始めて、もちろん突き詰めたいと思ってますし、今現状長澤さんしかできない仕事、鏡面であったり銀蒔絵、いつかは任せられるようになりたいなっていうふうに思ってます。
いいものを作るっていうのもありますけど、自分の技術とか自分がどこまで突き詰められるかとか、結構挑戦しながらどこまで丁寧にできるかとかもやってるので、こう自分と戦いながらやってます。根の日っていう会社でどうしていきたいなっていう、今はこれを突き詰めたいっていうのを探してる最中ですかね。熱を持ってできることを探せる環境でもあるのが根の日のいいところだとも思ってますここ目指したいな、これやってみたいなっていうものはありますか？何でもできる人になってみたいです誰かが忙しそうな時に自分が手伝えたらなみたいな時もあるので、でも手伝いたいけどやり方が分かんないっていうもどかしさもあるので、今の仕事をしつつもいろいろとできるようになりたいなと思いますこの根の日っていう会社にはどういったメンバーがいると、思っていますか？そうですね、若手がすごく多いんですけど、非常に優秀な子たちばっかりです。やる気に満ち溢れて、仕事熱心ですごいメンバーが集まったなと思いますね。たくさんの働きたいですって言ってくれてる中で、本当に何十人来てもらう中で1人とかしか採用できないので、もう当たり前にやる気のあるすごくセンスのある子を取らせてもらえているので、その子を信頼しないと何を信頼するのっていうぐらいだと思います。信頼できる人を採用させてもらってます。うちはもう一点、もう世界で一番いいものを買いに来てくれたお客様用の包丁っていうふうに割り切ってますんで、ほぼ 100% 手作りしか無理なので、そこをちょっと突き詰めたメーカーが1個ぐらいあってもいいんじゃないかなっていうのがうちのコンセプトですね。今入ってる子たちはみんな目標を持ってしっかりしてるなぁと思います。今からそれぐらいの意識で解像度で仕事できたら将来どんな職人になっちゃうかなっていうのはものすごい楽しみですね。期待してます。めちゃくちゃ期待してます。少なくとも僕とか工場長は軽く抜いてくれないといけないのかなぐらいはね、今からこの環境でやれてますんで、ちょっとプレッシャー圧を今からかけていかないと、この動画でちょっとかけていこうかなと頑張れよって感じ。最高の環境を自分がこうだったら伸びられるっていう環境も作ったんで、僕は常にプレッシャー感じています。お客さん下手なもの出したくない、人生かけて作ってますんで、やっぱりいややんないの大したことなかったねっては言われたくないですし、それをもう手に入れた人が嬉しくなってね、自信につながって料理の腕とか環境にも影響あるぐらいの包丁を作りたいなとは常々それぐらいのプレッシャーを持って作ってます。